にちは、木下ゆうかです。今日はね、皆さん、わかりますか？飲んでおります。木下さん。はい。今ですね、朝の AM4 時40分。朝35分や。というわけですね。まあ結構最近恒例になってきておりますね。飲んだ後の締めの動画を今日は撮りたいと思います。新しいスタートを切って、最初の動画がこれでいいんだろうか。いいと思います。いや、わからん。大丈夫かな本当に。ちょっと怖いわ。もうね、一回しかない人生ですからね。何が正解なんてないと思います。いや、もうなんかちょっと声今日酒焼けですね。長時間今日ちょっと飲んでたんですよね。でね、フリーになって1本目の動画大事。ね、ロンってさ、いつも飲んでるさ、動画撮ってる時に来るよね。あれから私の声のトーンで、大丈夫みたいな感じで、なんて愛しいの可愛すぎる。心配してくれてるのかな私がちょっと変な様子だから。そうですね、多分いつも動画撮ってる時のテンションと違うもんね。さすがロン。もう1年以上の付き合いになるもんね。何の話しとったんや。そう、声がね、酒焼けするほど飲んでしまいましたよっていう話です。で、今日はですね、何をしようかって言ったら、帰る時にね、ちゃんと買ってきたんですよ。これも買ってきたんです。今ね、飲んでるのは、じゃん。これ、知ってるみんな、こだわりレモンサワー、レモン堂。なんかね、ネットとかで話題になっとったと、売り切れ続出で買えんみたいな。確かにコンビニ行ったら、これ1個しかなくって。買えたの、ラス1。持ってるね、木下さん。そう、そしてめちゃめちゃ美味しいこのレモンサワー。超レモンだし、なんか程よく甘くて、私がめっちゃ美味しいと思ったこれ。はい。じゃあ今日ね、食べたいのはこちらです。じゃん！コンビニで食べたいと思ったカップラーメンすべて買ってきました。6種類今日は買ってきました。ロンとメルがね、追いかけっこしています。まあでね、やっぱさ、飲んだ後締めないといけないじゃないですか。なので、はい、締めます。これ食べたとね、寝よう。もう寝よう。よう飲んだっていうか、今日はね、ちょっと長時間飲んでたなーっていう感じ。まあ私でも超昼夜逆転しとって、最近の生活は夜の12時から編集始めて編集終わって、朝らへんに撮影っていうのが最近の私のリズムだったんですよ。で、ちょっとさ、今日ね、今帰ってきたのがさ、5時じゃないですか。でも言うて今日動画撮らないと、ちょっと前、卒業動画撮ったじゃないですか。その後からなんかちょっと期間空いたらちょっと変な感じじゃないですか。卒業と言いながらもうお前本当はやめたんかいみたいな。っていうことが思われるのが怖くて。だからね、撮ってるんですよ。動画をね、撮らんくってもね、どうせ締めはしていたんでね、まあ言うて、自然な流れというやら自然の流れです。はい、じゃあ食べていきましょう。まずは、じゃん、熊本ラーメン、国定かなこれは。豚骨ラーメンですね。明星さんから出ております。じゃあまずはこれを食べよう。めっちゃレモン入れるのいっぱいあるやん。キクラゲとかも入っとる豚骨ラーメンにこだわりを感じますね、これは。しかも結構しっかり入ってない？この国定のラーメンの店舗が書いてあるんやけど、国定の本店があって、下通り店、桜町熊本城城前店、夢タウン光の森店。なんか夢タウンってめっちゃ懐かしいんですけど、夢タウンってさ、みんな知っとる？私山口に6年間住んどる時があって、その時山口の上やったんですけど、土日どこで過ごす？夢タウン行っちゃうみたいな存在だったんですよ、夢タウンが。よく言うイオンみたいな。どうなの？私だけだったりするのかもしかして。わかんないんですけど、そういうなんかちょっと今懐かしくなった。で、夢タウンのね、なんかポイント5倍の歌があったんですよね。でも思い出せないな。ごめんなさいね。ちょっとローカルトークしちゃって。夢タウンという文字を見たらちょっと気持ちを抑えきらなかったです。入れまーす。閉めまーす。で、時短のためにもう一個作ります。今日この後編集せんといけない。木下さん眠れないぜ。はい、じゃあ優勝は商品名じゃないのか。コクから鶏パクタン。鶏パイタンあれ違います。本当は鶏パイタン読めるんですよ。でもちょっと逆から読んでるから、ちょっとね、そのハンディキャップがね、ありましたね。見てください。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。ガーリックチーズカレーなんてちょっと美味しくないわけがないんですよね。この組み合わせは絶対うまい。これマジモリやん。よいいやつや。マジモリさんはお湯を入れるだけですね。ナイス。で、まあどうせなんか私猫舌やからスープ冷めてほしいという気持ちもあって、次のラーメンを作っときましょう。じゃん、札幌すすきのラーメン空監修辛味噌ラーメンです。豚骨鶏白湯チーズカレー味噌、全部ちょっとタイプが違う。
感じや。今日のさ、なんか私飲みのテンション乱暴じゃない？なんかどうしたんだ今日。おかしいぞ、おかしいぞ。はい、じゃあこの人たちはここに置いてきますね。はい、じゃあちょっと熊本ラーメン、国定さんの豚骨ラーメン食べたいと思います。夢が広がる夢タウン。いや、そんな違うな。私が今作ったやつでしたね、これは。チャンネル5倍の歌があったんですよね。毎週日曜日はチャンネル5倍みたいな。チャンネル5倍じゃない、もうポイント5倍です。いやでもね、ポイント5倍ってめっちゃでかいんですよ。だってさ、例えばですよ、100円分のポイント貯まるとするじゃないですか。でも日曜日にそれを活用すれば500円分500円分になるんですよ。なんかあれですね、黒いのが出てきた。そうなんですよ。熊本のラーメンはね、これは焦がしマー油なのかな。めっちゃニンニクの香りがします。いただきます。混ぜよう。めっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそう。いやー、締めはやっぱラーメンですね。幸せ。インスタントラーメン作った人誰？ほんとありがたい。だってこのインスタントラーメンがあるおかげでこのさ、飲んだと何もできんじゃないですか。で、家でちょっと締めたいなと思っても、もしインスタントラーメンがあったら調理しないといけないじゃないですか。でも今日本にはインスタントラーメンがあるんですよ。なので飲んで、ちょっと家帰ってきてなんか食べたいなっていう人を助けているんですよね、インスタントラーメンは。マジで尊いっすよね。マジリスペクト。はい、完成です。そう、黒マー油が浮いてる。海苔も2個も乗っとるし、チャーシューも入っとるし。めっちゃね、ガーリックのいい香りします。めっちゃ美味しい。いやね、もうね、やっぱ豚骨って美味しいですね。ラーメンはね、漏れなく美味しいんですけど、やっぱ私は豚骨が好きやな。もう豚さんってすごいですよね。お肉も美味しいし、油も美味しいってどういうことっていう感じです。いや、なんか私で飲んだ後の締め動画を撮るたびにこうしっかり感が増している気がするんですよね。前回より今回の方がしっかりしている気がするし、やっぱちょっと飲まないと演技ができないから私は。はい、すごい。2本目も行きたいと思います。めっちゃ面白いやん。いやでも冷めるの怖いよ。一度冷めてしまったらさ、また用のちょっと大変じゃないですか。もうこの動画も破綻ですよ。今日撮影 NG。冷めたら終わりです。これ私の中での戦いです。はい、じゃあこちらの同じレモン堂ですね。こだわりレモンサワー。こっちは定番レモンやったやん。で、こっちは鬼レモンやったね。ちょっとレモン度下がるっぽいっすね。あれもね、飲みやすいです。レモン感はこっちの方が低いけど超飲みやすい。どっちも美味しい。美味しい。やっぱ豚骨ラーメンのスープ大好きだな。完食です。これめっちゃこってりで美味しかったです。私と同じ味覚の人はこれすごい好きだと思います。今回こちらですね、めっちゃ商品名長いコク辛鶏白湯ガーリックチーズカレー味です。もうすごいですね。情報量がすごい。次世代こってり部門優勝、麺屋一勝、マジマリ、ネット3分、まるちゃん、ヤフーの特別企画、2019-2020年、ラーメン特集、で、シンス、2003年、できたのは2003年だよ。11回最強の次世代ラーメン決定戦。で、ここにスペシャルコンテンツをパソコン、スマホでチェック QR コード。いやー、これは日本のね、素晴らしい文化ですよ。情報をめっちゃ詰め込んでくれるっていう。カレーのめっちゃいい匂いする。はい、美味しそうです。美味しいです。カレーだけど、チーズが入ってるから多分ちょっとまろやかになってるんですよね、スープが。でも鶏白湯ベースだからまたちょっとこういう味なのかな。そんなにカレー感がガツンとくる感じでもなくって、なんか食べやすい味ですね。そしてガーリックはそんなに私的には効いてないかなと思います。でもさっき食べたからかもな。こういう細いカップラーメンだと3すりぐらいでほぼ麺なくなっちゃいますね。でもガーリック効いてます。結構味のミスでしたね。ちゃんと混ぜてなかったです。完食です。カレーにこのガーリックの香ばしさが加わって美味しかったです。はい。で、これを食べると見せかけて残りの水を作っときます。ストライク軒っていうラーメン屋さんのラーメンですね。もうカップラー
ラーメンってさ、考えてみたらもうあれやね、ラーメン屋さんのプロデュースカップラーメンばっかりやね今。まあ別にいいけど、パッケージがめっちゃ可愛い。これあれなんでしょうね、ストライク系のキャラクターなんでやろうね。ストライクくんかな。このなんシンカーで何シンカーハマグリらしい鶏白湯ラーメン。これも鶏白湯か。鶏の旨味にハマグリだしを効かせたクリーミーな白湯白湯ラーメン。ちょっとあれですね。なんか料理が冷めたら嫌だなって思って一気しすぎたかな。寝ようかな。大丈夫。寝るにはちょっと早いって。まあやらんといっぱいいけんことがいっぱいあるやろ。すごいいいこと書いてあるよ。熱湯3分で行列回避。いやそうですよ。この多分人気ラーメン店なのやろうね。普通だったらこう行列に並んでこのラーメンをやっと食べれるところ、カップラーメンがあるおかげで並ばずとも、そしてお家で、そして全国でこのラーメン屋さんの味がちょっと味わえる。いやー尊いですね、カップラーメンってやっぱり。お湯が足りんやんけ。大丈夫です。我が家にはね、ポットが2個常備してあるんですよ。こんなこともあろうかと、ポットをね、こっちの絵も沸かしておりましたよ。はい、じゃあこのね、こっち食べたいと思います。ラーメンソー監修辛味噌ラーメン。なんか液体スープが2つあるんやけど、これはこっちのや。危ない危ない。両方エースコックや。両方エースコックやった。はい、いろんなカップラーメンを一気に食べるとはね、メーカーさんもね、把握してなかったんでしょうね。大丈夫かなこれ。じゃあ不安やわ。やばい。多分動画見返せばわかるんですよね。これがさっきのやつやったっていうのがあるやろけ。でも今撮影中やからさ、見れんのよね。多分こっち辛飯やと思う。マムさん。すごーい、味噌だった。きのさん持ってるねー。味噌だったちゃんと。よかった。取り返しのつかないことをするところやった。結構眠いわもう。ほらね、今2個目やポットのお湯をちゃんと沸かしているよ。やっぱあれですね、味噌ラーメンの麺は太い。美味しい。味噌ラーメンでちょっとスパイシーな感じがしてめっちゃ美味しいです。でもね、辛味噌って書いとるけどめっちゃ激辛とかではないですね。なんか程よいスパイシー感って感じです。完食です。いやーやっぱ味噌ラーメンはね、スープが味が濃くってさ、美味しいですね。ご飯入れたくなりますよね、味噌ラーメンって。まあ言うたらですね、私お酒強くないんですよ。チューハイ飲んだら結構酔うんですよね。結構私お酒を飲んだら周りが早くって冷めるのも早いみたいなタイプなんですよ。だからね、強いわけではなくて、だから今結構ちょっとなんか自分のペースで飲まなかったから、眠くなってきた。食べ物に失礼だから。食べるときは食べなさい。お母さんから怒られたでしょ。ご飯食べてるときに寝たらお母さんから怒られたでしょ。お行儀の悪いことしちゃいけん。思い出して。今自分お母さんのご飯食べてないかもしれんけど、お母さんのあの時の気持ちを思い出して。やべえ、なんか私なんかすごいやばいかも。編集の時に腸引きそう。うわ、めっちゃ白い。食べる前に残り2つを作っとこう。麺屋花火さんの特別期間限定メニュー、濃厚辛エビ味噌ラーメン。大将新山直人さん。これ三陽食品ですね。なんでこんなに眠いの？私そうですね、最近昼夜逆転してるんですけど、今日はね、なんと皆さん驚かないでください。夕方の5時半に起きたんですよ。でね、でも寝たのはね、3時ぐらいなんですよ。ただ私昨日の睡眠時間が2時間半とかしかなくて、いやだからね、こう起きた時間は5時半でまだまだ眠くなるような時間じゃないよっていう感じなんやけど、前日の睡眠時間が少なかったね。私ね、睡眠時間が大事。なんか寝てないと超コストパフォーマンスみたいのが下がりますっていうのを昔から寝てないのとか苦手だったんですけど、最近さらにそれを実感しました。年を取ったらもっと無理になります。麺屋ショー、これあれじゃん、すするくんといったラーメン屋さんのやつじゃん。ラーメン激戦区新宿の人気店。あそこのやつや。
なんか嬉しい。すごいカップラーメンできとるんや。さあ人気店ですね。カップラーメンもそれできるわ。美味しかったわ。これ最後ですね。最後締めで締めましょう。まあでもね、今日はあれですよ、結構スケジュール的にゆっくりしとるから、この後編集って言っても自分のペースで編集できるわけじゃないですか。だから大丈夫です。今日はでもあれかな、エースコックと山陽食品ばっかりか。はい、じゃあさっきお預けになっとったストライク券のラーメン食べたいと思います。なんかこれなんだろう、ハマグリとかなのかな。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。なんか今まで食べともうね、これたまにさ、私の動画で聞こえてると思うんやけど、うちメルとロンドントイレがちょっと電動トイレなんですよ。だからトイレしたら10分後にこの喋る感みたいなのでこうウィーンウィーンってなるんですよね。この音が今鳴ってますね。めっちゃ美味しい。なんか今まで結構味噌ラーメンと豚骨ラーメン食べてきとったから、このなんかハマグリだし鶏白湯っていうのがめっちゃこの酔った後の体に染み渡ります。スープめっちゃうまい。なんかハマグリだし鶏白湯ラーメン、ちょっとなんかミルクのクリーミーとは違うんですけど、ちょっとクリーミー感のような感じもあってちょっと濃厚で美味しいです。あっさりで美味しいですね。キャベツとかが入っています。なんだろうね、このエビ魚肉練り製品で作られているなんか鶏のお団子みたいなの具で入ってますね。完食です。じゃあ次は麺屋花火さんの濃厚エビ味味噌ラーメン。ちょっと今なんかさ、シュッて置いたらさ、このちっちゃい隙間からさスープが出てさ、手にピッて半逆のルルーシュラーなんだね。これ液体スープ2つもあるんや。すごい。なんかそれだけでもちょっと味に期待してしまうな。液体スープあって調味油がある。多分粉はさ最初から入っとったしさ、なんかスープこだわってる感ありますね。まあ言うて別にさ、たくさんなんかその小袋の種類があったからと言ってこだわってるというのもちょっと偏見なんですけど、それだけ手間をかけてるっていうわけだから味に期待してしまいますね。あ、これもちょっとなんか太麺ですね。なんかエビめっちゃ入ってるやんこれ。あ、そうか、エビ味味噌だからか。あ、これもちょっと太麺ですね。でね、具がエビっぽいやつですね。これめっちゃ美味しそう。美味しいです。味噌ラーメンだけどこう優しい味噌ラーメンの味にエビの旨味が溶け込んどって美味しいですね。なんか濃厚って書いてるけどそんなこってりって感じじゃないです。結構飲みやすい。味噌とエビがいい感じに溶け込んでますね。このエビの具も美味しいです。なんか私さっきそんなに濃くないって言ったけど、あれですね、ちょっとスープがね、溶けてなかったんですよ。違うんですよ。これはカップラーメンさんが悪いわけじゃなくって、私猫舌だから、ちょっとね、冷めたお湯でね、作りがちなんですよ。今もさ、このポットをちょっと放置してるじゃないですか。熱湯じゃないんですよね。私ちょっとついついこういうね、トラブルがね、起きちゃいますね。なんか、結構、めっちゃこってりではないですけど、味噌のうち濃いくってエビが溶け込んでて、さっきの感じも美味しかったですけど、こっちも美味しいです。完食です。最後の一杯ですね。塩サムカップラーメン。でも嬉しいな。先にお店でラーメン食べとってカップラーメン食べるっていう。恋じゃなかったとしてもね、私は本当にね、悪気はないんですけど、どじりやすくって、それによってちょっと人に迷惑をかけてしまうことがあるんですよね。でもさ、別に悪気がなかったとしても、それって許されることじゃないじゃないですか。だからね、マジでね、直したいと思ってるんですけどね、こればっかりはわざとじゃないからね。やっちゃうんだな。ごめんね、レモンド。大人気で貴重なのに。なんかあれですね、仕上げの小袋に入っているオイル超透明。暑い暑い。ラーメンいっぱい食べたら暑くなってきた。あと一杯だからちょっと冷房我慢しよう。うるさいけどマジ飲んでても働く YouTuber 魂ですね。こんな感じです。今まで食べた感じと全然違う。スープがね透き通ってる。鶏白湯の旨味とコクがいい感じに出とって、もう透き通った味でめっちゃ美味しいです。塩ラーメンだからね。そうだね、鶏白湯
とか書いてないよ、どこにも。これは鶏だしです。鶏だし塩ラーメンです。私の中でちょっとなんかこっち一緒になっちゃった。あ、そうだそうだ。鶏白湯と確かに違うな。鶏白湯だったらもうちょっとクリーミーなんですよ。でもこれは鶏だしだからもう鶏の味が結構ダイレクト、純粋な鶏の味が感じられてめっちゃ美味しいです。なんとなく鶏だしは全て鶏白湯みたいな気持ちになっとった今。香りがね超鶏なんですよ。中華料理のめっちゃ鶏の出し取ったスープみたいな匂いがすごいします。鶏だしが好きな人からにしたらもうめっちゃ目がない感じの商品ですね。このね、脳は結構しっかりしとるんやけど、今ね、まぶたがちょっと重いんですよね。目がね、多分酷使してますね、今日。まぶたが閉じそう。でも元気。ラーメンは超美味しいから、そのおかげで元気。刻んでいるネギがすごいいいですね。鶏だしのラーメンすごい良かったます。こういうスープってほんと飲んどってたまるわ。心も体もなんかたまる。最後の一口でスープいただきます。完食です。ごちそうさまでした。飲んだ後の締めのラーメンはやっぱり幸せですね。ちょっとでも今日はね、睡眠不足&結構飲んでる時間も長かった的な感じもあって眠くはない気がするな。まぶたが重いんですよね。でまぶたが重いから寝たらもう死ぬぞみたいな今感じです。知らんけど。はい、というわけでですね、締めのラーメンとっても美味しかったです。いやもう幸せですね。今はですね朝の5時半ですよっていう時にこう締めのラーメン食べたいなと思ってもコンビニで今回私6種類買ったじゃないですか。もう6種類の味が食べれるんですよ。いやーなんて世界は便利なんだ。本当に感謝でいっぱいです。いやーでも本当にね感謝ですよね。今このカップラーメンを作っている人、そして過去にこのカップラーメンを生み出した人たち、その人たちのおかげで今私は幸せを味わえてるわけですよ。でもね、私が一人だったら味わえない幸せなんですよね、これは。って思ったらさ、本当に幸せ。生きてるって素晴らしい。はい、結論、生きるって素晴らしい。はい、っていう感じですね。なんかめっちゃ壮大な話しちゃった。コンビニに売っているカップラーメン、そしてこのレモンサワーとっても美味しいので皆さんも飲んだ後とかでもないにしても普通の状態で食べてもめっちゃ美味しいので食べてみてはいかがでしょうか。本日のご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録、もうギシギシ言っとるチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ、おやすみ。またトイレがまた動いてるわ。